ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりじじいぜ。優しい時代に突入した RPG で遊びたい。じじい敬老の日は過ぎたぞ。いやいや敬老の日以外でも年寄りには優しくしてよ。そうじゃなくて今回は RPG は優しさの時代へのキャッチフレーズで有名なこちら。イースぜ。日本ファルコムの代表作の一つね。イースのセガマーク3版を当時を振り返りつつゲーム内容を紹介していくぞい。楽しみだわ。というわけで胃腸に優しいお粥でもすすりながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。さあ、行くぞ。のっけから神曲ぜ。泣ける、このタイトル曲だけで泣けるぜ。この曲イースのタイトル曲は小城雄三氏が作曲したんじゃが、タイトル以外も名曲揃いなのじゃよ。いや、むしろ名曲しかないゲームになっておる。ドラクエとかと違ってクラシックではなく、FM 音源にマッチするテクノ的な曲だったり、元が PC ゲームってだけあってファミコン音楽にはない魅力があったぜ。そこじゃよな。セガマーク3の FM 音源ユニットで家庭用機でありながら、PC ゲームの雰囲気もバッチリの作品じゃったな。わしはマスターシステム持ちじゃったのでもちろん FM 音源で遊んだぞい。そんなイースの基本情報をお願いします。イース。ジャンルはアクション RPG。様々なハードで販売されているタイトルじゃが、今回はセガマーク3、マスターシステム版じゃな。開発はセガ、販売もセガとなっておる。発売日は1988年10月15日マスターシステムの晩年のタイトルじゃ。メガドライブが2週間後の1988年10月29日発売って考えると本当に晩年の作品になるな。なぜこの有料タイトルをメガドラで出さなかったのか。もう先が見えて販売台数が伸びることのないハードでこの有料ソフトを出すのか。メガドライブの RPG はファンタシスター2が動いていてジャンル的に被るのを避けたのかとか、思ったりもしたがメガドラ版もやりたかったな。同時期にファミコン版も出ていたりしていたな。ファミコン版はやらなかったのか？当時ファミコン版は持ってなかったな。最近、中古で手に入れたので機会があれば遊んで動画もアップしたいの。というわけで、早速遊んでいくぞい。早速遊んでいく。なんか画面の下が派手なんだが。ああ、これね。レトロフリークだと一部画面の乱れが発生するらしいのじゃ。ゲージのところがたまに画面が乱れるのじゃがゲームに影響はないので気にしないでほしい。派手なステータスバーだと思えばいいか。それでは早速装備を整える。武器防具屋に行くんだな。いや、違う。ピースといえば武器を買う前にやることがある。まずは取引所ピムで掘り出し物を全財産出して購入。このサファイアの指輪に全財産ぶっ込む。もんなしになったな。見てろすぐに増える。そして、サファイアの指輪を持って酒場へと移動じゃ。ここで固めの男に指輪を見せる。1500ゴールドで譲ってほしいだと？働かずして財産を 50% も増やしたぞ。これが転売の力じゃ。さらに外へと出る。装備はないので敵は避けまくりじゃ。どこへ行くんだ？ここでも資産を増やす。資産増やすのか。なんとこんなところに。金の台座が落ちていたぞ。この理不尽なアイテム配置がレトロゲームの魅力じゃ。優しさの時代じゃなかったのか。
ということで悪徳転売ヤーピムの元へと訪れる。2000ゴールド。これで合計3500ゴールドじゃな。開始わずかな時間で総資産を 3.5 倍に増やすことができたのじゃ。このお金を軍資金にして装備を整える。まずは防具じゃ。レベル上げを考えると攻撃力を上げておきたいので防具は一番安いやつを購入じゃ。こいつめっちゃこっちを見てくるぞ。続いて武器じゃ。渋いおっさんの店だわね。ロングソードを購入した。忘れずに装備じゃ。オーグラが変わったな。こういうのが嬉しかったな。ちゃんと剣と盾を装備しておる。装備をしたら占い師サラの店に行く。いきなり手伝うことを承諾したことにされているぞ。勝手なお方じゃな。それにしても、当時の山瀬まみ風な女性だな。雰囲気あるな。ほんとってこいって。だが断る。やだーじじい男前。あっさり引き下がったのじゃ。いや、そんなにあっさり引き下がらないで。結局引き受けるのね。こんな美人のお願いを聞かないわけにいかないのじゃ。ヤバデバビだぞ。クリスタルを手に入れた。これでいよいよイースの冒険が始まるのね。目的はイースの本6冊を手に入れること。アドル・クリステンの冒険は始まったばかりだ。打ち切り漫画の終わりみたいなナレーションはやめろ。というわけでレベル上げだ。そういえばアクション RPG よね。どんなアクションがあるの？イースは敵に体当たりをして戦闘をする単純なものだが、反キャラずらしという高等テクがある。敵に体当たりするときに反キャラずらしてぶつかるというテクだ。反キャラずらしの名のまんまのテクニックだな。真正面からぶつかるよりも有利に戦闘できるというテクニック。このおかげで体当たり系アクション RPG は反キャラずらしが染みついた人間が続出。いわゆるイースシンドロームが日本に蔓延した。イースシンドロームをググったけどなんも出なかったぞ。ググるな。でっち上げじゃ。ここからしばらくレベルを上げる。ということでレベル上げて次の村にやってきた。ここの村は専用の音楽もない緊張感あふれる曲が流れ続ける村じゃ。村人から情報を収集しつつゲームを進行するぞい。ジェバからは神殿の鍵を託される。村長からは村のシンボルである銀の鈴が盗賊に盗まれたので取り返してほしいとお願いされる。ちょっと盗賊と話をつけにアジトにやってきた。なんかご立派な格好をしているな。わしの追求にビビり散らかしているようだな。金持ちからは物を取るが、庶民には絶対に手を出さないとか言っている。いやいや、金持ちから取るのもアウトだからな。だよな。盗みを正当化しようとしている非道な奴だな。でも盗賊の元からも物がなくなっているらしいぞ。何か事件の匂いがするぞい。さてレベルも上がったので神殿じゃ。イースの本があるのよね。神殿の曲も名曲なのでぜひ聴いてほしい。いよいよボスじゃ。ここのボスはこのローブを被ったやつじゃ。どんな攻撃をしてくるんだ？こいつ自体は攻撃をしてこない。この左右の石像から吐かれている炎を避けつつ攻撃するのじゃ。単純な敵ね。これが意外とタイミングが取りにくいのじゃ。ただレベル上げをしっかりしているのでガンガン敵の体力は削れるがな。しかし、下のステータスバーの派手な柄が緊張感をそぐな。そこは、まあ気にするな。
もたもたしているな。いや難しいんじゃ。やっと倒したか。壁が崩れて先に進めるようになったのじゃ。さてさて、ここからまたレベル上げじゃ。まだ上げるのか。というわけで上げました。ちょいヒットポイントがマッチ気になっているぞ。当たり前じゃレベル最大にした。序盤でレベルマックスにしちまったのか。もうこれ以上はレベルが上がらん。トグロートートでいうところの 100% 中の 100% ってやつじゃ。というわけで、この神殿をクリアしていくぞい。先ほどのボス部屋を通過していく。おお、また曲が変わった。この曲も神曲じゃ。バン。まずは宝箱の鍵を手に入れる。ちょいじじいが父うるさくて神曲集中できんかったぞ。わしのナイスなボイパに耳を奪われてしまったのじゃな。さて宝箱の鍵を手に入れたら神殿になる宝箱をすべてかっさらう。盗賊より立ちが悪い奴がおった。マスクオブアイだって何これ？被っていると敵が見えなくなる代わりに見えないものが見えるようになるのじゃ。今つけているのか。モノクロの世界。牢屋の鍵も手に入れた。なんとこの神殿は牢屋もある物騒な神殿なのじゃ。早速開けに行こうぜ。早速開けに来た。展開早いな。女子がいたのじゃ女子。じじい興奮するな。フィーナという女子が牢屋に監禁されていたのじゃ。自由になれるなんて信じられないとかなり辛い思いをしたのじゃろうな。そんなフィーナに単独で神殿を脱出する指示を出すアドル。ちょっと周りはモンスターだらけの危険な神殿だぞ。モンスターの注意は引きつけるから大丈夫。それよりも大事なのは宝箱じゃ。アドル、この冒険家やばすぎだわ。村長がなくしたと言っていた銀の鈴も見つけたのじゃ。これで村長にたかれるな。ほんま、この赤髪女たらし。売るわけがわからん。村長も困惑しているぜ。とにかく君にはお礼をしなくちゃならないな。この指輪を持って行きなさい。我が家の家宝だ。この指輪によって君の腕の力はさらに強くなるだろう。よし、しっかりお礼は受け取ったわい。フィーナは無事戻ってこれたみたいだぜ。モンスターの注意を引きつけたからな。最近サラの命が狙われているときて、わしは心配でな。無事だったのでよかった。私この家にしばらく置いてもらえることになったんです。なぜ神殿に閉じ込められていたかって、それを思い出そうとすると頭が痛くて。謎の多い女子じゃな。神殿の取り忘れた宝箱を回収。きっちりしているな。さらなる強化を狙って廃校に引きこもる。ここはとても暗くて狭い。面倒修太郎に絶対に無理な場所じゃ。面倒修太郎。確かに筋肉マンの声優と同じだしそのフレーズのリズムは似ているぜ。例によって、ここも神曲じゃな。そして廃校の暗さを表現するために視界がアドルの周辺にしかない。ドラクエ1のダンジョンみたいになっているな。視界が悪くダンジョン全体が把握しにくいので道に迷いやすい。さらには敵の位置が確認しづらい。突然目の前に敵が来るのでピンチがポンチなんじゃ。ピンチがポンチ。落ち着け。さて、廃校で何をするかというと最強の鎧を手に入れたり色々する。もう最強の鎧なのか。そして、タイマーリングじゃな。なんだそれ。敵の動きがゆっくりになる指輪じゃな。はい来た最強の鎧。シルバーアーマーが最強の鎧なのか。このシルバー、すなわち銀がイースの世界では重要なキーワードとなっておるのじゃ。銀が重要なキーワードなのか。覚えておくぜ。さて、まだまだずんずん進むぞ。ヒールリングじゃ。この指輪を装備しておくとフィールド以外でも立ち止まった時に体力が回復するようになる。ハーモニカじゃ。吹くのか。いや、これは最初の街の片隅にいる女子のものじゃな。女子のハーモニカを手に入れてニヤニヤしているのか。それじゃただの変態じゃろうが。違うのか。強くは否定できん。どうやって言うな。ダームの鍵？ダームってなんだ？これも先にある重要な場所に入れる鍵じゃな。ここが重要な場所じゃ。お、宝箱。しめしめも受けたぞい。静かになったな。あ。ボスだな。これ絶対絶命の大ピンチってやつじゃね？玉の皮が張ったやつの末路。死んだ。騙されたのじゃ。騙されたというか、まんまと、って感じだったぞ。きっとボスの方もこれに引っかかる奴がいたとは、と思っているに違いないぜ。あらかた廃校での宝回収が終わったので再び神殿に戻ってきたぞ。神殿神具を攻略していく。最強の盾もあるのじゃ。象牙の鍵。これまたすごいもんで鍵作っているな。象牙といえば印鑑じゃな。今度は大理石か。鍵好きじゃな。
たシルバーシールド。最強の盾じゃな。これも銀なのか。ここでマスクオブアイズを装着。なんか隠し扉みたいなのが見える。見える私にも扉が見える。赤いからって。この先にいるのじゃ。宝箱。儲け儲け。強い力で封じられている。残念なのじゃ。というわけでボスなのじゃ。動き早いな。空挺剣。でもすごいダメージ与えているな。倒しちゃったぞ。あっさり。強くなりすぎたな。イースの本じゃ。なんて書いてあるのか楽しみだぜ。イースの国はイース。アホか。なんと解読不能なのか。占い師の皿が読めるみたいなので皿のところに持っていくのじゃ。あなたはアダルさんですね。悲しい知らせがあります。サラが何者かによって殺されてしまったのです。かわいそうに。なんだってこの本を持って行ってください。サラが自分にもしものことがあった時のためにと私に預けたものです。サラは、廃校へ、という言葉を残して息を引き取ったそうです。イースの本2冊目が手に入ったな。読めないのに。そして廃校へ行けということらしい。お前さんそれはイースの本だね。それを読むのはあんたには無理じゃ。どれ読んであげよう。たった。断るなよ。イースはクレリアという金属を生み出したことにより栄えた、山にそそり立つサルモンの神殿はイースの繁栄ぶりを示していた。そんな時突然あのような災いが訪れたのだ。どんな災いか気になる終わり方だな。イースは2人の女神と6人の神官によって治められている。女神は我々の生きがいであり、このイースの象徴でもあった。イースはどうやら女神2人と6人の神官によって統治されていたらしいな。さて、ハーモニカの存在を忘れていた。返しに行くのじゃ。ハーモニカを取り返してくれたんですね。ありがとうございます。廃校にあったんですか？なんでそんなところに。とにかくあなたには感謝します。お礼の一曲吹かせてください。そして廃校に取り忘れたアイテムがあったので取りに行く。最強の武器を手に入れるトリガーアイテムじゃ。最強の武器？それも銀なのか。正解じゃ。最強の武器はシルバーソードじゃ。この芦田の種がトリガーになっておる。お前は植物の言葉がわかるんだね。私の名前はロダ。弟の足元には。だから、まだ話の途中なんだって。話が長いのじゃ。ロダの木が言ってたいた弟の木というのが南西方向にある。フィールドでもひときわ目立つ大きな木じゃ。これじゃ。世界には災いが蘇る。一種の時代が蘇る。勇者よ今が旅立ちの時だ。最強の武器ゲットじゃ。これで装備はパーフェクトで完璧になった。そして再び廃校。先ほどは卑劣な罠にやられたが最強装備の今こそリベンジなのじゃ。レベルも最高だし楽勝だな。この敵はコウモリに分裂している時はダメージを与えることができない。それどころか一方的にこちらがやられるのじゃ。攻撃を通すにはどうしたらよいの？合体した時を狙うのじゃ。コウモリの時は避けて、合体したら攻撃を仕掛ける。簡単なお仕事じゃな。なんかダメージを与えられてないどころか、ダメージを食らいまくってますが。動画的演出じゃ。
こいつ、ムカつくわい。全然ダメな予感。予感的中。なんじゃこいつ、全然ダメージ与えれないじゃん。簡単なお仕事って言ってたぞ。実はこの後1時間くらいずっとやられてた。マジか。こいつ本当に腹立つ敵だった。それではじっくりと死闘を見てもらおう。合体したらちょっと触るようにしてダメージを与える。そして分裂したコウモリとはつかず離れずの距離をキープするのじゃ。コウモリは合体するときにアドルに接近してくる。合体しそうになったらその場を離れるのじゃが、この時も離れすぎてはダメじゃ。そして合体したらまたタッチするように攻撃。これじゃ、この合体フェイントが本当に腹が立つのじゃ。イライラがマックスのイラックス状態じゃ。地道な戦いだな。ほんと、なんなんだこの敵は。あとちょっとだな。やった。やっと倒したのじゃ。
スの本じゃ。何やら台座が2つあるな。なんか意味深なんだぜ。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。物語は後編へと続いていくのじゃ。レベルも最大で武器も最強だしあとはサクサクじゃないの？いやいやレトロゲームはだけじゃない。そんなに甘くはクリアさせてくれん。まだまだ波乱が続きそうな感じなのね。まだまだ波乱は続くぞい。イースの世界の秘密にも迫る後編をお楽しみに。